CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本の健康と予防医学をお送りしていきたいと思います。本日のゲストは橋本自然農園を経営されています橋本進さんにお越しいただいています。橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。普段は和歌山県の橋本市というところで自然農法の農園を営んでおられるということで、私たち4月に一度見学視察に行かせていただきまして、その時聞いたお話が非常にちょっと私もおっとびっくりする良い内容だったので、ぜひこれ全国の皆さんに知っていただきたいなと思いまして、今回は大阪のスタジオで撮らせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず今日はですね、実は CGS この番組で自然農法のことを取り上げたこと何度かあるんですけれども、改めて今日初めて見る方は自然農法って何だというところからだと思うので、ちょっと自然農法ってどういうものなのかというところから少し今日は簡単にお話しいただけますでしょうか。そうですね。僕らがやっている自然農法っていうのは、根本理念が自然順応自然尊重なんですよね。で、土自体の力を発揮させる農法、肥料農薬を全く使わない、そういう農法ですね。で、僕がこの自然農法をやり始めたきっかけなんですけども、先輩の畑にちょっと手伝いに行ってまして、でこのはさがけですね、田んぼの稲刈りが終わって、そこに夕日がバーッと当たりまして、もうミレーの絵のように黄金に輝いて、むちゃくちゃ綺麗やったんですよ。でそれでもう感動して、いつか僕はこの自然農法で世の中の役に立とうと、その時決心したんですよね。その時はサラリーマンからされて。そうですね。その前はで今20年目になるんですけれども。20年ですか。農業の20年っていうのは20回しかできませんので、なかなか駆け出しの部類に入るんですけども。それ言われるのが辛いです。それで僕の思いって言ったら、この土がきれいになれば世界が平和になる、こういう思いでやってます。どうして土がきれいになったら世界が平和になるかっていうのは、今からお話聞いていただいたら、多分分かっていただけると思うんで。わかりました。で、神谷さん、この農法3つに大きく分けると3つに分かれると思うんですね。まず観光農法、化学肥料を使って農薬使ってされておられる一般の農法ですね。それから有機農法、これ有機肥料を使ってやっておられる農業。それから僕たちがやっている自然農法、これをざっくりと2つに分けるとしたら、どこで分けられますかね。僕は結構勉強してるんで、自然農法のところと下の2つで分けます。ありがとうございます。一般の方はだいたい有機農法と観光農法を一緒のグループにされるんですよ。だけど僕らからすると、今神谷さんがおっしゃったように自然農法とその2つと分かれるんですね。そう一般の方は自然農法と有機農法を一緒にされるっていうことですよね。そうです。ごめんなさい。そういうことです。で、どこが違うかということなんですけども、自然農法は無肥料、肥料を使わない。で、観光農法っていうのは化学肥料を使うんですけども、有機肥料は有機の肥料を使いますよね。肥料を使うっていう点ではどちらも同じ概念なんです。僕らの場合は全く肥料を使わないというところが自然農法の特徴ですね。で、自然農法のキーワード4つ挙げさせていただきました。無肥料、自家採集、それから連作、それから人間の意識、この4つになると思うんですね。特に4つ目が気になりますね。そうですね。意識っていうのは有機農法でも観光農法でもやっぱり意識っていうのは働くと思うんですけれども、自然農法の場合はそれがもろに作物に現れるということで、ちょっと挙げさせていただいたということです。これを順番にお話しいただけるわけですね。まず最大の特徴であるこの無肥料のところからなんですけれども、肥料を使わずにそもそも作物ができるのかというところなんですよね。昔は僕勉強する前はできないと思ってました。そうですね。皆さんそうおっしゃいますよね。でそれを確かめようと思ったらどうしたら確かめられると思いますか。それは肥料を与えずに育つかとか見るということですね。そうですね。実際やってみるしかないですね。実は20年やってみてできるっていうことが分かったんですよ。もうその経験則は誰もひっくり返せないですね。そうですね。ちょっと映像を見ていただきますけれども、これは麦ですね。これ大豆です。無肥料です。すごい立派に育ってますね。人参ですね。このように立派な人参が育ってますね。これ無肥料です。これ露地の菜っぱですけども、よく見ていただいてもあんまり虫食いがない。綺麗に育ってます。ネギですね。かぼちゃ育ってます。収穫しました。2トントラックいっぱい収穫できました。で、オクラですけども、この今収穫されている方、従業員の方ですけども、
僕より背高いんですよ。じゃあ180ぐらい。そうですね。はい、それがこう見えなくなるぐらいオクラが成長する。最後はもうこう手を伸ばして、取りきれないぐらい大きくなります。すごい。でこれはズッキーニの畑ですけども、先ほど4つのキーワードの中に連作っていうのがありましたね。あれは同じ畑で同じものを作り続けることを連作っていうんですけども、普通連作やると連作障害が出て、もう連作イコール連作障害しか出てこないです。そうですね。作れなくなるということで、農家の方は絶対嫌がるんですけども、自然農法の場合はこれができるということで、実はこのズッキーニの畑8年目の連作なんですね。でこの8年目が実は一番成績良かったっていうことで、今までのそうなんですよ。奇跡のようなお話なんですけど、実際こうなってしまった。奇跡のズッキーニですね。じゃあはい。でこれはそら豆ですね。人の肩のぐらいまで来てますけども、大きくなってます。でピーマンですね。ちゃんと揃って大きくなってます。無肥料です。シシトウですね。プチトマト、クッキングトマト、鈴なりになってますね。でこれ株ですね。よく見ていただいたらこれも虫食いがほとんどない綺麗な株ができてます。無肥料無農薬ですね。でこれ四角豆ということなんですよね。どうですか、できてますかね。できてます。できてますね。はい。これ実証できましたか。はい。できます。だからこういうの見せても結局信じない人はやっぱりこれ使ってるんでしょって。そうですね。やっぱりもう信じない方はこう見ていただくのが一番で、もう現場に来ていただいて、ほらできてるでしょっていうのを見ていただくのが一番ですね。ほらもうこの間見せてもらいましたんで。で自然農法の3つの要素っていうことを挙げさせていただいてますけども、正常な土、それから正常な種、それから人間の意識、この3つが揃うことで自然農法の作物ができるっていうふうに僕らは認識してます。いや僕も昔勉強しなかった時はね、人間の意識と野菜なんて関係ないやろと思ってた時期あります、正直。でも今いろいろ勉強させていただいて、大事やというのが分かるようになりました。不思議なことに、自然農法無肥料でできると思ってやる人はできるんですけど、できないやろうと思っている人はできないんですよ。そういうことですよね。これが不思議なところで、人間の意識が大いに関わっている。そうなんですね。でこの土のところに正常な土って書いてますけども、これ超えた土とは書いてないんですよね。でここが有機農法と我々の概念のちょっと違いなんですけども、有機農法っていうのは何かを土に入れるっていう概念ですね。土を肥やす、パワーイズストロングっていう、そんな感じですね。で自然農法の方はきれいにする、ピュアにしていく、純粋にしていく、でその、汚いものが抜け次第、土が力を発揮するということで、入れるんじゃなくてどっちかっていうと、抜いていくっていう感じですよね。きれいにしていく、逆ですよね。そうなんですよね。で実際にそうやっていくと、やっぱり作物ができてくるんですね。でもう結論から言いますと、実はこの肥料が間違ってたと、肥料が間違いだった。長い人類の歴史の中で、肥料と農作っていうのは、切っても切れない関係にあったと思うんですね。必ず肥料があったですけども、肥料が間違いだった。肥料をなくせば全てがうまくいくっていうことなんですね。で、もう一つ重要なのが種なんですけれども、種も、そこで取ってまたそこに撒いて、自然農法でそれを繰り返すことによって正常化されていく、で力を発揮する。その種と土が力を発揮することで、自然農法で無肥料でものができてくるということです。でこのひどくっていう言い方、全部今やってるの逆ですね。そうですね。まだそれ後で聞きます。でこのひどくって書いてますね。ちょっと言い方が肥料を使っている方に申し訳ない言い方なんですけども、ズバリ言うと、肥料そのものが土に対して悪影響だったと。土だけじゃなくて人間の体にとっても悪影響だったっていうことなんですよ。で我々はそれを分かりやすくひどくという言い方させていただいてます。で、次の映像を見ていただいたら、これドロドロっとこうレタスが溶けてる映像なんですね。で実はここは有機農法を長年されてた方の畑を借り受けて、自然農法にして1年目の畑です。でレタスを作ったらこんな風になったんですね。実は意外と化学肥料を使ってた観光農法よりも、有機肥料でやってた畑の方が虫の害がすごいんですよ。自然農法に切りたいと書いた時にね。でこういうふうになって、このドロッと溶けるのが実はこれは目で見るひどくって言ってもいいと思うんですね。でこれを拡大すると、この虫の糞が
たくさんここにあると思うんですけど、ついてますね。特に動物の糞、牛糞、鶏糞、馬糞ですね、そういったものを多用されてた畑はもう信じられないぐらい虫の害が出ますね。でそれがまた3年5年経てばなくなっていくんですけどね。そしたら、次はこの自然力という話なんですけども、そしたら肥料を使わないのにどうして作物が育つのかという根本的なところなんですけどね、どういった力で育つのか、それが僕ら自然力っていうふうに呼んでます。火と水と土の力なんですね。火、水、土、火、過疎ですね。これは太陽からは過疎が出てます。それから水素、お月さんですね。それから地球からは土素。この3つのエネルギーが融合した時に万物が生成回復する根源的な力が発生する。これを僕ら自然力ってなんか神道みたいですね。そうですね。無限の肥料ですね。神道もやっぱそういう話はするので。そうですか。だからもう初めから実は何もいらなかったということなんですよ。でそれを図で表すとこんな風になると思うんですけども、太陽からは過疎が出てますね。それは科学的に言うと光と熱、または酸素と言えると思います。それからお月さんから出るのは水素ですね。あらゆる水ですね。それから地球からは土素、これは窒素ですね。地球の大気の 77% は窒素ですね。なんか窒素の塊と言ってもいいぐらい地球は、これが実は天然の肥料なんですけどもね。でこの3つが融合した時に初めてその力が発生する。どれがなくてもダメっていう。だから水やらなかったらやっぱり作物枯れますよね。で太陽当たらなかったらやっぱり育ちませんしね。で、それが自然力です。でもこれなんかいらん話ですけど、アマテラスとツクヨミとスサノオみたいな、そうですか。元祖三神のその当てはめたようなそういう図に僕には見えました。そうですか。昔から三位一体とか言って、そう神秘なことは3つなんですけど、3っていう数字なんですけどもね。すいません、ちょっとなんか神道のそういう図となんかこう被るものがあったので、多分そういうのは意識して作られてないと思うんですけど、すいません、続けてください。で虫の害がよく出ませんかなんて僕ら自然の方やってたら言われるんですよね。だけどさっき見ていただいたようにあんまり虫の害で悩んだことがないんですよ。それ私の知り合いの、熊川のほとりさんっていうところ私は応援してるんですけど、そこの方もそうおっしゃってました。そうなんですよね。で実はこの虫っていうのはひどくを食べに来る。簡単に言ってしまえば、肥料をあげると土の中に毒が生まれますね。でそれを作物が吸います。で作物体の中に毒が生まれますね。でその毒を害虫が消し去ろうと、浄化しようということで集まってきて毒を食べに来るんですよ。だから汚れた野菜を人間が食べないように先回りして消してしまうという自然の摂理ですね。バランスを取るんです。こっちへ傾いたらこっちへ行こうとする、中和させる自然の働きですね。でそれが働くっていうことで、害虫は実は害虫ではなくっていいことをしているという。善虫。良い虫と書いて。善虫ですね。それをまた人間は悪い虫やと思って農薬をかけて殺してしまうんですね。そしたらそのバランスが崩れて、また土が力を持てないんで肥料をあげないといけない。で肥料をあげるとまた毒が生まれる。また虫がやってくる。また農薬をかける。農薬がまた土を汚すということで悪循環。ずっとそういうことをやってきたんです。でその肥料をいつかやめると、実は害虫が来なくなる。害虫の餌がなくなるから。いやそれがだから私たちもちょっと信じられないというかですね。そうですね。なんか肥料と農薬はちょっとセットみたいなもんなんで、どっちか一歩をやめるんじゃなくて。そうなんですよ。だから私たちは過去に聞いてその観光農法されてる方はやっぱりその農薬やめたら虫が来ると、ねいうことをおっしゃるから、それは確かに食われたらね出せないからっていうのは分かるんだけども、でもそもそも肥料を与えてるから虫が来るって発想になれば、肥料を与えて虫呼んでそれを農薬で殺して、で農薬なんかばっかり土地がやっぱりダメになるからまた肥料になきゃみたいな、もう永遠の薬漬けみたいな、人間でいうところのね、体調悪いから薬飲むからね体が悪くなってまたさらに薬が必要になるっていうのと同じ仕組みが。なんかこう作られてる。医療と農業がなんかこう被ってくるんですけど。そうですね。全くおっしゃる通りで、人間の体って土からできてますからね。だから土と全く同じですね。汚せば病気になるし、きれいに純粋にしていけば健康になるっていうことなんでね。
昔の方の方が栄養少なかったと思うんですよ。絶対そうです。食べ物がね、あんまりなくて、だけど昔の方の方が健康ですもんね。健康ですよね。でもそういうとね、今度は2番の方が寿命が長いじゃないかと言って切り返されるんですよ。はい。ある学者によるとね、縄文時代とかのもっと長いこと生きたと。今寿命が長くなったといってもせいぜい80歳、90歳ですよね。これ実は短いんですよね。本当に水も空気も食べ物も土も汚れてなかったとしたら、多分200歳、300歳ってもしかしたら生きれるかもわからないですね。そうですね。古代史の文献読むと、本当に100年以上生きてたっていうような記録が結構出てきたりね。多分優に100年以上は生きてたと思います。それを今の我々の常識に当てはめると当てはまらないんで、これは偽書だと、フィクションだ、神話だっていう話になるんですけど、大前提が違ってるのかもしれないですよね。そう考えると。僕も頑張って200歳までなんとか生きたいなと思ってますので。いやいや、お肌綺麗ですね。ありがとうございます。すごい若いと思います。自然の方のも食べてるとあまり年を取らないですね。いや本当そう思いましたね。私の周りもやっぱそういうのに気をつけてる方は皆さんお若いと思います。だから私もちょっとずつですけど食べてます。はい。よろしくお願いします。ちょっと続き話させていただきますけども、ちょっと微生物の方面からお話しさせていただくんですけども、これ私のところのナスなんですけども、立派に育ってますね。実は見学に来られる方はこれ見ると驚かれるんですね。やっぱり無肥料でレタスぐらいは育ってもナスが育つわけがないというのが一般の農家の方の考えなんです。だけどもこうやって実際に育ってると。でこの根っこの土を持って帰っていただいて、顕微鏡である期間で調べていただきました。そしたらどういうことが分かったかというと、これが根っこですね。でこうピーッとこう出てるのが根毛なんですよ。でそれを拡大すると、中に線のようなものが入ってますね。入ってますね。これ実は菌糸なんですよ。微生物ですね。根の中に菌糸が入ってる。根の中にね。でそれを拡大するとこんな風に、この茶色く見えてるこの筋状に見えるのが実は菌糸、カビですね。カビですね。わかります。実は微生物とそれから植物っていうのはお互い共生関係を保って生きているっていうのが最近の農学で分かってきたんですよ。でそれをね分かりやすくするとこの図なんですけども、これ何に見えますかね、神谷さん。なんかアリの巣みたいに見えますけど、これはでも根っことそれこそ菌ですか。そうなんですよ。これパッと見た感じ、全部根っこに見えると思うんですよね。確かに確かに。ところが根っこはこの真ん中の茶色い部分だけ、これね、真ん中にスッとこう入ってますね。あとこの白いこの網状に見えるのは全部これ菌糸なんですよ、実は。なるほど。こうやって作物の根が届かないところは菌に頼って栄養を集めてきてると。なるほどなるほど。こういうことが分かってきた。菌が栄養を取ってくるんですか。そうですね。それで交換し合ってるんですけれども、植物は光合成でできたエネルギーを根っこに回して根っこから分泌物を出しますね。でそれを求めて菌がやってくる。でその餌をあげる代わりに自分が欲しい栄養素ですね、鉄分であったり、いろんなその微量要素であったりっていうのをこう持ってこさせると。お互い生きているという共生関係ですね。でこれが実は無肥料で育つメカニズムっていうことが分かってきましたね。これ絶対小学校理科で教えた方がいいですね。そうですね。ぜひ。でこの横に実はもっと驚くことに草が生えてますね。右側に。生えてます。その根っこがずっと下に降りてきて、菌を通してこの真ん中の植物とつながっているのが分かりますか。見えます。実はこの右の草と真ん中の植物が栄養を交換し合っているということも分かってきてるんですよ。しかもそれは植物の意思で、自分たちがそういうふうにしていると。自分たちの意思で餌を出して微生物を集めてきて、お隣さんの植物と栄養を交換し合っているということが分かってきたんですね。でさらに驚くことに、こういうメカニズムが働くのは、実は無肥料の時だけということが分かってきたんですよ。肥料を与えると実はこういうメカニズムが働かない、働きにくいっていうことが分かってきて、これが、自然のメッセージだと僕は思ってます。で、実はこの地下だけではなくて、地上部ですね、これ葉っぱを顕微鏡で見たらこういうふうに葉っぱの表面に菌がびっしりとついてるんですね、健康な植物は。でこれによってプロテクトされてる、病原菌が飛んできても、病気にならないで、図で表すとこういうふうになりますね。地上部も地下も
植物が分泌物を出して餌を出すんですね、はい、それに招き寄せられて微生物が集まってくる、はい、で微生物の力で、体を守ってもらってるということですね。でそれから土壌微生物活性地っていうのが出てきましたけども、はい、今までこの微生物の世界ってなかなか分からなかったんですよ。なぜかというとこのたった1グラムの土の中に、はい、これぐらいですね1グラムって。その中に、1兆とか言われる微生物が住んでるわけです、はい、それを一つ一つ調べるっていうのは不可能なんですよ、だけどそれを数値化するのに成功された方がいてね、横山さんという学者さんなんですけども、その方に、自然農法の、土壌を調べていただきました、そしたらこういう、結果が返ってきたんですね、はい、でこの青いグラフがこれは自然農法の水田の微生物の活性値です、で、真ん中の赤いグラフがこれ有機農法ですね、はい、で黄色いところが観光農法です、はい、で私たちも驚いたんですけども、倍ぐらいこれ差が出てる。出ますね、これ観光農法ほぼゼロじゃないですか、検体によっては。これは多分観光農法調べてない、調べてないってことですね。ないですね。一検体だけ多分調べてると思うんですけども、で、こういう結果が返ってきました、はい、ちょっとこれ読ませていただいてもよろしいですか。お願いします。自然農法水田10土壌のうち9土壌は現時点まで分析された約6000箇所に上る日本の土壌の平均値約78万を著しく上回る偏差値54から80を記録しました。特に筑波の自然農法11年目の棚田沢水の多様性活性値188万偏差値 80.5 は現在まで調べられた水田土壌の最高値を記録し、全国でも特筆できる優良な土であると言えます。今回の評価の基礎となった全国6000箇所の土壌はいずれも有機農業や減農薬、減化学肥料農業など土作りを積極的に取り入れた生産者の土壌を多く含んでいることから、今回の結果は自然農法が土壌の微生物を著しく豊かにしていることが確認された結果ということができるでしょう、こういうコメントをいただきました、はい、ここにはこだわった土が結構集まってくる、はい、その中で、自然農法の水田というのは何も施さないわけですね、はい、肥料を入れない、堆肥も入れない、はい、人によっては藁すら外に出すと、できた藁ですね、はい、藁すら返さない、そういう何も入れない水田の方が実は微生物の活性値が高かったというふうに僕らも驚いたんですけども、はい、こういう結果が返ってきたんですね。いやいや、だから科学的なエビデンスも溜まってきてるっていうことですよね。そうですね。そもそもね、橋本さんぐらい長い間自然農法やられてる方ってそんなたくさんはいませんよね。数十件、数百件ぐらいあるんですか、農家で。いや、最近はだいぶ増えてきましたけど、けど20年のキャリアはないでしょ。だからやっぱり今やっと20年やってちゃんとデータが積み上がってきたっていうところなんですよね。データはまだまだ少ないと思いますけどね、これからいろんなね、学者さん方とかが、参加されてくると思うんですけども、そうなったらますます、この自然農法でなぜ無肥料で育つのかっていうところが、ちゃんと解明されていくと思いますね。20年前はもうどちらかというとちょっと迷信的な農法と思われてたんですけども、ちょっと一昔前でも僕のイメージなんかちょっと宗教チックな感じが、失礼ながらごめんなさいね、そういうイメージがあったんですけど、いやもう全然別にね、橋本さんとお話ししてもそんなこともね、一切なく純粋にこう検証の中で導かれた今やり方というか方法ですもんね。自然を見れば、大昔からずっと肥料なしで作物、木々は育ってきたわけですから、できると思うんですよね。そうなんですよね。だって日本だけでも1万年以上前からねやってるわけですからね。歴史がありますからね。なんか稲作はね、弥生時代からしかやってなかったっていうのは通説ですけど、もっと昔のが今どんどん見つかってきてですね。あ、そうなんですか。いやもう1万年ぐらい前から稲作してたんじゃないのって言われてるんですよ。ただそれだと歴史ひっくり返るんで、表にはまだ出てないんですけど、今そういうことを研究されてる方々もいらっしゃってて、だからそんな前からやってたわけですよね。そうですね。だからできないはずがなかったはずなんですけど、今は肥料と農薬がないとできないっていうふうにもうみんなインプットされてるんで。そうですね。肥料迷信って僕らは言ってますけども、肥料なくてもちゃんとできるということですね。ということですね。ちょっと今日長くなりましたけども、まず今実践されている自然農法っていうのはこういうもんなんですよと、でそのね、どうやって栄養を取ってるのかというところも含めて教えていただきましたんで、次回は今回ちょっとお話聞けなかった自家採取種の問題聞きたいと思いますんで、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。